母さん、すみません。ちょっとご相談させていただきたいことがあるんですが。あかりさん、どうしたの？相談ならさっきそっちに行ってた時に話してくれたらよかったのに。いえ、先ほども言っていたことなんですけど、お母さんの衛生面についてお願いしたくて。なーに？もしかしてののかのこと？汚い手で触るなとか、そういうことでしょ？ひどいわね。私が病原菌みたいな言い方するんだから。まるで嫁いびりじゃなくて、姑いびりね。今のご時世、どこでウイルスをもらってくるかわかりません。手洗いうがいは基本的なことだと思うんです。せめてうちに来たら、それだけはお願いしたいんですけど。昔は手洗いなんてそこまで気にしてなかったわよ。今の人は綺麗好きすぎるの。だからアレルギーとかすぐに発症しちゃうのよ。何度も説明しましたけど、そういう話ではなくて、ののかは免疫が低い病気なんです。まだ赤ちゃんだからね。免疫が低いのは当たり前じゃない？お母さんが考えているより、ひどい状況だと思ってほしいです。ちょっとした菌でも重症化するんですよ。でも今は家で過ごせてるんでしょ？ということは、普段通りの生活をしても大丈夫ってことよね。それでも気をつけなければいけないんです。あと、先ほど気づいたんですけど、汚れたぬいぐるみがののかのベビーベッドにあって、お母さんの忘れ物ですか？なーに言ってるの？ののかへのプレゼントよ。え？娘の子供のマー君が昔使ってたやつ。ちょっと汚いけど、マー君って元気でしょ？だからお風呂をののかにあげたら健康になるんじゃないかって。洗ってないものなんですか？さあ、この間娘の家に行ったら捨てるって言ってたからもらってきたのよ。でも別に毒じゃないんだから、汚くても平気でしょ？そうですか。やだ。もしかしてぬいぐるみもダメだったの？ぬいぐるみがダメというわけではないですけど、せめてお洗濯をしてからの方が良かったですかね。それって、マー君のこと汚いと思ってるってこと？あかりさん、ちょっとひどいんじゃないの？潔癖にも程があるわよ。すみません。確かに過敏になっているところはあるかもしれないです。ですが、最低限の清潔な環境をののかに作ってあげたいと思ってますし、お医者様にも言われているので。私はね、何も嫌がらせでしてるわけじゃないのよ。わかってます。それに息子が出張になって、一人の子育ては大変だと思うから会いに行ってあげてるの。私の気持ちも理解してくれないかしら？本当にののかに健康になってほしいのよ。お気持ちは嬉しいです。ですが、私たちには私たちなりの病気の向き合い方があるので、見守っていただけたらと思ってます。でもね、子育て経験者の私からすると、あかりさんの接し方はあまり良くないと思うの。部屋もある程度は汚くしておいた方がいいし。それこそ、いろんなものに触れて、免疫をつけることだって大事よ。そうやって赤ちゃんはどんどん強くなっていくものでしょ？それは健康だった場合で、ののかは病気だと判断されていますから、他の子と比べるのはちょっと違うかなと。もう、本当にわからずやね。すみません。いいわよ。私の子供じゃないからね。でも大切な孫には変わりないから、アドバイスはしていくわね。はい。できそうなことなら挑戦してみます。あと、明日のお昼ご飯だけど、私天ぷらそばがいいわ。明日はちょっと、ののかを病院に連れて行かないといけないので。明日は天ぷらそばの気分だったのに。何時に帰ってくるの？お昼に間に合うかは、ちょっとわかりませんね。じゃあいいわ。娘の家でご飯食べてくるから。あさってはそっちに行きますからね。わかりました。じゃああさってはお寿司の出前にしてちょうだい。え？
お寿司ですか？作ってって頼むよりいいでしょ？気を使って出前にしてあげてるんだから。夫に相談してみますね。やだ。あの子出前すら気軽に頼むなって言ってるの？そんなにお給料が少ないわけ？いえ、最近出前が多いので。あらあら。そんなに料理を作る時間がないの？節約できるところはしなきゃダメよ。そうですね。努力してみます。じゃあ、あさってよろしくね。ちゃんと美味しいところのお寿司頼んでね。おっと、あかりさん。息子から怒られたんだけど？くしゃみのことですか？くしゃみのことも、出前のこともよ。ほんと嫌になっちゃう。言いたいことがあったら直接私に言ってよ。どうして遠回りして息子から怒られないといけないの？私は今までも何度もお伝えしてきたつもりですけど、それに今日のくしゃみは本当にひどいと思いました。わざわざ娘を抱き上げて、顔の前で盛大にくしゃみを何回もするなんて、さすがに嫌がらせだと思ってしまいますよ。だから違うわよ。あれは免疫向上のため。免疫が低いののかのために菌をつけてあげたのよ。たったそれくらいのことであなたたちは大げさよ。大げさだとは思ってません。咳やくしゃみの飛沫でウイルスに感染することだって今は珍しくないんです。それに、お母さん風邪気味だって言ってたじゃないですか。だからわざと娘に向かってしたんですよね。免疫をつけるためには必要なことだからね。本当にやめてください。このままだと、お母さんを家にあげることは難しいです。は？孫に合わせないって言うの？あまりにも非常識すぎると思います。何度も言ってますが、娘は乳児だから免疫が低いわけじゃなくて、病気のせいもあって低いんです。中耳炎も何度もかかっていますし、夫の出張前には肺炎にもなりました。健康体の子より病気も治りにくくて、やっと最近安定してきたところなんです。だったらなおさらいい薬になるでしょ？どうして分かってくれないんですか？本当にやめてほしいんです。免疫が弱いからって命に関わることないんだし。赤ちゃんの頃はいろんな病気になって耐性をつけていくものなの。成長していく上で必要なことなんだから。ですから、それはののかが病気でなかった場合の話です。理解していただけないなら、夫が出張から帰宅するまでは、ののかに会わないでいただきたいと思っています。は？孫に合わせないつもり？夫からも伝えられたと思うんですが。本気だとは思ってなかったわよ。私はあなたとののかのためを思って家に行っていたのに。だとしたら、それこそ清潔にすることを保ってください。手洗いうがいはしてくれるようになりましたけど、そもそも当たり前のことだと思いますし、免疫向上のために何でもしていいわけではありません。わかったわ。もうあなたの性格の悪さは十分に理解できました。息子に私の悪口を伝えて、私をのけ者にしようとしてるのね。ちょっとした子育てのアドバイスをしてるだけなのに。本当に意地汚いったらあやしないわ。そんなつもりはなかったんですけど。あなたにいびられてることはみんなに伝えますから。本当に嫁ね。ののかのこともいろいろ制限しちゃって。きっと毒をやってあなたのことを言うんでしょうね。すみません、お母さん。この話は後日続きを聞きますので。は？私が話してる途中なのよ。ののかの様子がおかしいんです。息も荒くなっていますし、熱もあるみたいで。ああ、そう。きっと過保護すぎてストレスが溜まったんじゃないの？子供っていうのは敏感だからね。かわいそうね。すみませんが、失礼します。はいはい。もう勝手にやってちょうだい。
ののかが病気になったのはあなたのせいですからね。だからいつまで経っても弱いままなのよ。自業自得ね。反省しなさい。あかりさん、息子から聞いたんだけど、ののか入院したんだって？はい、そうです。本当に体が弱いわね。でも入院なんてするほどだったの？もしかして、病院でもモンスターペアレンツみたいに騒いだりした？そんなことはしてません。お医者様の判断です。へえ、そう。普段から免疫をつけてればこんなことにならなかったのにね。お母さんのせいですよ。くしゃみをかけたせいでウイルスをもらった可能性が高いです。やだ！くしゃみ程度で入院なんて大げさよ。余命1年だそうです。え？もうののかには近づかないでください。それが、夫と私の決めたことです。ちょっと？本気？そんなこと言わないでよ。孫に会うことが年老いた私の楽しみなのよ。それを奪うつもり？何度言っても分かっていただけなかったので、仕方ないことだと思っています。ののかは初めての女の子の孫で、これからいろいろしてあげたいと思ってるの。かわいい洋服やランドセルだって買って、ピアノとか習わせてあげたりね。もちろんお金は私が払うから。そんな悲しいこと言わないでよ。いえ、結構です。ののかのことは、私たちや私の両親が可愛がりますので。私が義理の母だから区別してるの？私の両親はきちんと清潔に接してくれてますから。お母さんと一緒にしないでください。それでは、病室に戻りますので、失礼します。ちょっと。あかりさん待って。どこに入院してるの？今からお見舞いに行くわ。来なくて結構ですから。もう関わらないでください。あかりさん、どこにいるの？今行ったらお隣さんに引っ越したって言われて。私何も聞いてないわよ。どこに引っ越したの？お母さんこんにちは。引っ越し先を教えることはできません。なんでよ。まだ怒ってるの？せっかくお詫びの品まで用意して家に来たのに。普通ここまでの仕打ちをする？ののかは無事だったんでしょ？それでも許すことを私たちは考えてませんから。息子に連絡しても無視されるし。あなたがまた裏で何か言ってるんでしょ？私の息子と話をさせてよ。私は何も言ってませんよ。夫がお母さんと話をしたくないだけです。それに、ののかの余命のことだって嘘だったのよね。急に余命1年だなんておかしいと思ったのよ。嘘でもそんなことを言うなんてどうかしてるわ。ああでも言わないと、お母さんがまた家にやってくるからでしょ。それに、本当に娘は危なかったんです。お母さんから移った風邪で、高熱がずっと下がらなくて、肺炎にもなってました。お母さんがした行為が、どれだけ残酷なものだったのか、理解してほしかったんです。くしゃみくらいでそんなことになるとは思ってなかったのよ。以前にも言ったように、もう我が家とは関わらないでください。もしわざわざ家を探して、会いに来た時は、警察にも相談しようと思います。警察？なんでそんな大げさな。お母さんの行動は、私たちにとって非常にストレスだからです。育児を手伝うわけでもなく、出前のただ飯を毎日食べて、手の空いた時に汚い手でののかを触って、本当に不愉快でした。毎日食費がかかっていたのは、お母さんが来ていたからですよ。私はあなたとののかのためを思って言ってたのに。ですから、それが不要ということです。私たちのためという、お母さんの行為が、私にとっては重荷でしたから。そもそも、全部ご自分のためにしか見えませんし。とんでもない嫁をもらったわ。お母さんの嫁になった覚えはありません。
息子がかわいそうよ。あなたのせいで母親とも会えなくなるなんて。会えなくなったのはお母さん自身のせいです。まだ理解できないんですか？私は悪くないわよ。周りの人にあなたのことを話したら同情されたし。おかしいのはあかりさんの方よ。今後親族の前に出てきたら大恥かくわよ。大恥をかいたのはお母さんの方ですよ。は？私の話をしてからお母さんと会ってくれた人はいましたか？さあ、そんなの覚えてないけど。数週間前に親戚の方から電話をいただきました。私の代わりに苦言でも伝えてくれたのかしら？その反対です。何か困ったことがあったら協力してくれるという心配のお電話でした。お母さんの行動が非常識だと皆さん言っていましたよ。それにお姉さんからも謝罪されました。捨てようと思っていたぬいぐるみをまさかののかにあげるとは思ってなかったそうです。お詫びに新しいぬいぐるみをいただきました。あの子、なんで？だから最近会ってくれなかったの？皆さんお母さんの行動に嫌気がさしていたみたいですね。食事の時間に来てご飯を食べるのに、あれこれ指図はして。そのくせ自分の家には呼ばず、手土産も持ってこない。忙しいと言われても家から帰らなかったり。迷惑だと思っていたのは私だけではなかったんです。嘘よ。みんなが嫌がってたなんて。楽しい時間を過ごしてたはずよ。お母さんは過ごせていたんでしょうね。それに、はっきり迷惑だなんて言えないですよ。私だってそうです。お姑さんに帰れなんて、そうそう言えるものではないですから。あなたは家に入れないって言ってきたじゃない。娘にとって害があると思ったからそうしたんです。私が守らなくて、誰が娘を守るんですか？それに、娘に何かされない限りは、来訪を拒もうとは思ってませんでしたよ。たとえ迷惑だったとしても、我慢してました。ごめんなさい。ののかには、いえ、あなたたちには悪いことをしたわ。ほら、反省してることだし、水に流しましょう。これからはちゃんと気をつけて接するから。流せる話ではないので無理です。もしも本当に最悪の事態になっていたら、私はあなたを一生恨んでいました。助かったから良かったものの、次はどうなるかわかりません。本当にもうしない。心を入れ替えるわ。だから絶縁みたいなこんなことはなしにしましょう。絶縁みたいではなく、絶縁するんですよ。私、本当に孫が可愛いと思ってたのよ。悪気があってしたことじゃないの。悪気がなかったら何でもしていいんでしょうか。それに、反省するチャンスは今までに何度もあったはずです。すべてを私のせいにして、向き合ってこなかったのはお母さんですよ。だから悪かったわよ。これからは本当にあなたたちのためになることをするから。お願い。かわいそうな老人の願いを聞いてちょうだい。すみません。かわいそうだなんて思わないので無理です。お母さんの行動は自業自得って言うんですよ。ちゃんと反省してくださいね。その後、義母はいろんな親戚にまた私のことを悪く吹聴したそうですが、いい加減にしろとたくさんの方からお叱りを受けたそうです。また、義士からも、もう来ないでと出禁宣言をされて、もう一人の孫にすら会うことはなくなりました。義士は実の娘だったこともあり、妊娠中から出産、そして育児をしている現在まで、かなりきついことを言われていたそうです。今回私たちがブチ切れたことで、義士も我慢の限界が来たのかもしれません。誰にも相手にされなくなった義母はすっかり家に引きこもり、今では誰にも見られないように、こそこそと買い物に出かけていると聞いています。そして、義母に内緒で引っ越した先では、急な来訪もなく、ストレスフリーで育児ができています。娘も退院して、今は元気いっぱいに過ごしており、月に一度の通院で通常の生活ができるようになりました。年齢が上がるにつれて少しずつ安定する可能性があるので、私たちができることはして、健康になることを祈るばかりです。そして、今より健康になったら、
義母が言う過保護にはならないように、いろんなことに挑戦させてあげたいと思います。りょうこ、母さんの様子どうだ？今日も見舞い行ったんだろ？はやと、お疲れ様。お母さんはいつも通りだよ。私の顔見ただけですっごく不機嫌になるし、私への嫌味もキレッキレ。そっか、母さんは相変わらずだな。元気そうで安心したよ。笑い事じゃないよ。前に過労で私が倒れたでしょ？なのにお母さんたら、悪びれた様子もないし。悪びれた様子ってなんだよ。別にお前が倒れたのと母さんは関係ないだろ？そんなわけないでしょ？私がどれだけ苦労したと思ってるの？まあ、確かに良子に頼ってた部分はあるけどさ。それでも過労の原因が母さんっていうのは、さすがに言い過ぎじゃないか？家が近いからって毎日呼び出されて、こき使われて、挙句、その間ずっと嫌味言われてたんだよ。これで言い過ぎってことはないと思うけど。でも別に母さんも悪気があったわけじゃないだろ。あれはほら、母さんなりのスキンシップってやつだから。あれがスキンシップ？だとしたら、限度を超えてるよ。正直お母さんには悪いけど、入院してくれてほっとしたくらいなんだから。それは言い過ぎじゃないか？っていうか、結局今日の話って何だったの？病院の先生から話があるって言われてたけど。なんか言われた？そのことなんだけどね。お母さん、退院後も介護が必要になるみたい。介護？マジで？うん。年齢的にも体力的にも必要だろうって。今回の入院もほとんどベッドから動けてないし、今後もこの状態は続くみたい。マジか。介護とか急に言われても正直困るよな。母さんはなんて？ハヤトに任せるってさ。自力で動けないのは本人も自覚してるみたいでね。ちょっと弱気になってるかな。私への態度は普段通りだけどね。俺に任せてくれんの？だったら悩むことないじゃん。何か当てでもあるの？それなら安心なんだけど。おい、何他人事みたいに言ってんだよ。良子が介護するんだからな。私が？そりゃそうだろ。俺は仕事があって日中はいないんだから、お前以外に誰ができるんだよ。いや、それはそうだけど、お母さんが私を嫌ってるの知ってるでしょ？それが原因で今までも苦労してきたんだよ。大丈夫だって。母さんも今回の入院で弱気になってたんだろ？なら、前みたいにはならないよ。ねえ、私の話聞いてた？今でも平気で嫌な顔したり、私への嫌味が止まらないんだよ。お互いに良くないって。はいはい。やる前から弱気にならない。やってみたら違うかもしれないだろ？それって私が介護したとして、ハヤトはどうするの？まさか私に丸投げ？丸投げって、言い方が良くないな。お前が介護してる間、俺は外で働くんだぞ。大変さは一緒だって。勘弁してよ。ただでさえ色々と制限されて機嫌悪いのに。そんな状態のお母さんの介護とか無理。また私に過労で倒れろって言うの？だから、そんなに心配しなくて大丈夫だよ。騙されたと思ってやってみろって。話はそれからだ。自分がやるわけじゃないからって適当言わないでよ。少しは私のことを大事にしようとか思わない？これでもあなたの奥さんなんですけど。思ってる。まあ、とりあえずそういうことだから。良子には苦労かけるけど、母さんの介護は任せたから。今仕事終わったぞ。今日も遅くまで頑張った。そっちはどうだった？母さんの介護は大丈夫だった？いや、もう、本当に無理。ハヤト、悪いんだけど、ヘルパーさんを雇ったりできないかな？お前一人でなんとかやれてるのに何言ってんの？夜も母さんが寝つくまではついててやってるんだし。なら問題ないだろう。夜のことが心配なんじゃなくて、できればお昼もお願いしたいの。無理言ってるのはわかるけど、なんとかならない？そんなの金の無駄だからダメ。
てか、何？介護始めてもう1ヶ月くらい経つのに、まだ慣れないわけ？慣れるとか慣れないとかの問題じゃないよ。お母さんが私に介護されるのを嫌がってるの。おかげでこっちが先におかしくなりそう。嫌がってるってどこがだよ。いつも通りだろ？暇さえあれば私への嫌味ばっかだし、たまに物とか投げてくるんだよ。物投げるのは危ないけど、嫌味はいつも通りだろ？そんなの気にしなかったらいいんだよ。そういう問題じゃないでしょ？はっきり言って、もう限界なの。このままじゃ、いつまた過労で倒れるかわからないよ。母さんも生活環境が変わって戸惑ってんだよ。なのにお前がそんな調子でどうするんだ？本当に辛いのは母さんの方なんだからな。そういうのはちゃんと考えてやれよ。だったら、隼人が介護してよ。なんで私が一人でやらないといけないの？前も言ったけど、俺は仕事してんの。家でダラダラしてるお前と一緒にされても困るわ。別にダラダラしてるわけじゃないし、休みの日ぐらい手伝ってよ。それも無理なら少しは家事をやってくれるとか、何かしら協力してくれてもいいでしょ？家事とか介護とかお前に任せてんだぞ。それがお前の仕事なんだから。なんで俺がやらないといけないんだよ。甘えんな。そうやって言うのは簡単だけどね。隼人だって私と同じ立場になったらわかるよ。お母さんの介護がどれだけ辛いか。辛くないから。結局、お前のやり方が悪いんだよ。だから辛いとか甘えたこと言うんだ。何やっても嫌味を言われるんだよ。今日だって作った料理全部ひっくり返されて、犬の餌の方がマシだって。掃除してもやる前の方が綺麗だって言われるし、毎日毎日こんなことばかりで、もう本当に辛いの。だから、やり方の問題だって。料理にしろ、掃除にしろ。きっとお前のやり方がまずかったんだよ。じゃあ、どうしろって言うの？私は普段通りにやってるんだよ。母さんには母さんなりのこだわりがあるんだからさ。お前のやり方じゃなくて、母さんのやり方でやるよ。それくらい考えられないかな。相手の気持ちを汲み取るくらいしたら？なんて、何もしない人にそんな言われないといけないの？隼人ってさ、本当に私のことを大事に思ってる？ああ、出た。すぐにそれだもんな。たまってちゃんも大概にしろよ。そんなんだから文句言われるんじゃね？私が悪いって言うの？大変なのはお前だけじゃねえから。俺も仕事あるし、母さんも色々と大変なの。なのに、自分だけ大変アピールしてさ。そういうのうざい。そっか。私、うざかったのね。みんなそれぞれ大変なんだ。自分だけ頑張ってるなんて悲劇のヒロインぶるなよ。そんなの周りに負担かけるだけだからな。ごめん。そうだよね。私が間違ってた。私がこんな感じだと、お母さんも気分悪いよね。そうだよ。さすがに理解したか？同じ介護されるのでも、新規臭い顔でされるよりは、笑顔でされた方が気分もいいんだから。ちゃんと反省しろよ。うん。わかった。明日からは隼人のアドバイス通り、お母さんのやり方でやってみるね。笑顔も忘れずに。ま、わかったんならそれでいいよ。俺も母さんも、良子のことは頼りにしてるんだからさ。改めて、母さんの介護よろしくな。そういうことなら喜んでやるよ。頼られてる分はしっかり答えられるよ。私も頑張るから。なあ、お前今どこ？なんで母さんのとこにいないんだ？介護の合間に買い物してるからだけど。というか、なんで知ってるの？もしかして今お母さんのところにいる？さっき母さんから電話って呼び出されたんだよ。休憩中だったから、ちょっと顔出しに来たんだ。そうなんだ。お疲れ。いや、お疲れ、じゃなくてさ。これ、どういうこと？状況がわかんないんだけど。え？何の話？お母さんがどうかしたの？母さんがお前に介護されたくないってだけは見えてる。事情を聞いても教えてくれないし。お前、何したんだ？
へえ、お母さんの言う通りにしてるだけだよ。この間、ハヤトがアドバイスくれたでしょ？早速実践してみたんだ。もちろん、笑顔も忘れてないよ。母さんの言う通りにしたとか嘘だろ？嘘なんて言ってないよ。なんでそう思うの？言う通りにしてたらこうなってないだろ。大の大人が泣きわめいてんだぞ。どう考えても普通じゃないだろうが。お前、一体何したんだ？そう言われても、本当に言われた通りしただけだよ。いいから、何したか言えよ。嘘ついてもすぐにわかるんだからな。だから、怒られるようなことはしてないって。ご飯もちゃんと犬の餌にしたし、掃除も洗濯もしなくていいって言われたからしてないし、私は言われた通りにやってるだけだよ。はぁ？お前、それマジで言ってんの？マジだけど？何かまずかった？まずかったとかそういう問題じゃないだろ。犬の餌とかふざけてんのか？だって、お母さんがそっちの方がいいって。私の料理なら犬の餌の方がマシって言うし、掃除も洗濯もしない方がマシだって言ってたんだよ。だから言われた通りにしただけなのに。お前、バカなのか？そんなの言葉のあやだろ。誰がバカ正直やれっつったよ。ハヤトじゃない。お母さんの言う通りやれって言ったの。そういうことじゃないだろ。てか、他は？お前、他にも何かやったことあるのか？あるなら今のうちにちゃんと言え。他ね。あ、お母さんにまともに口答えもできないグズって言われたから、ちゃんと言い返したよ。あの時のお母さんの顔、面白かった。マジで最悪だな。お前、一体どうするんだよ。母さんを何だと思ってんだ。お母さんはお母さんでしょ？そうとしか思ってないけど。なんでこんなことしたんだ。どう考えてもやりすぎだろ。やっていいことと悪いことの判断もできないのかよ。そっちだよね。はぁ？どこがだよ。私がお母さんにいびられてる時、笑って見てたでしょ。私が入院してもお母さんのことばっかり。私のことなんだと思ってんの？親子揃って舐めてるよね。いや、今はそんな話してないだろ。お前のことを言ってるんだ。なんであなたたちは私を傷つけてよくて、私はダメなの？理由は？何の権利があって？説明できるなら説明してよ。いや、だから、それとこれは話が違うって。どこが？同じことだと思うけど？なんで私だけダメなのかちゃんと説明してよ。もういいって。とにかく、こんなこと二度とすんな。これ以上母さんの体調悪くなったらどうするんだ。お母さんなら大丈夫じゃない？まあ、もうやらないよ。すっきりしたし、二度としないって約束する。本当だろうな。次やったらマジでシャレにならないからな。大丈夫だよ。やることやって鬱憤も晴らせたことだし、もうあなたたちとは関わる気ないから、もう終わりにするね。はぁ？関わる気ないってどういうことだよ。離婚するってこと。だから、お母さんの介護もこれで終わり。離婚って、本気で言ってるのか？なんで急にそんなこと。急に？こっちはずっと考えてたんだけど。ただ、二人ともいつか変わってくれるかもしれないとか、そういうこと考えちゃって、踏み出せなかったんだ。そんなはずないのにね。いや、ちょっと待てよ。なんでそうなるんだ？逆になんでならないと思ってるの？そもそも、私が過労で入院した時点で離婚でしょ？助けることもしなかった夫と一緒にいる意味とかないんだから。確かにあの時は俺も悪かった。でも、離婚は違うだろ？お前がいなかったら誰が母さんの介護するんだよ。自分でやってください。私はもう他人になるので、よその家庭にまで口出す気とかないですし。ふざけんな！お前がやったこと、絶対に許さないからな。
母さんにあんなひどいことしやがって。それで逃げるみたいに離婚とか認めるか。そう言われてもな。まあ、でもいいよ。そんなに離婚したくないなら、離婚しないであげる。本当か？その代わり、お母さんへの介護は今日の感じで続けるね。それが嫌なら介護は一切しません。それから今後は一切家事もしないから。今までの分も私があなたをこき使ってあげる。は？それと、私が過労で倒れてまだ1年も経ってないはずだから、その分の慰謝料も請求するね。もちろん、あなたとお母さんの両方に。ちょっと待て。お前、さっきから何言ってんの？そんなの通るわけないだろ？なら離婚ね。私はどっちでもいいよ。選ぶのはあなた。そんなこと言われても、こんなの選びようがないだろ？でもどっちかしか選択肢はないからね。今後一生、親子揃って辛い思いをするか。それとも、私と別れてあなただけが辛い思いをするか。好きな方を選んだらいいよ。どっちにしろ、あなたが辛い思いをするのは変わらないから。その後、隼人は私との離婚を選び、私たちはそのまま離婚することとなりました。もちろん、慰謝料についてはしっかりと義母と隼人の両名に請求し、こちらも無事に払われることに。それからの二人については興味がないので知りませんが、介護が必要な義母をそのままにしておくわけにもいかず、隼人は仕事に家事に介護にと大変な生活を送っているようです。義母は私がいなくなってもわがままが治ることはなかったようで、それが原因で隼人との関係は悪化。今でも一緒には暮らしているようですが、決していい生活を送っているとは言えないでしょう。反対に私は独り身になったことで、嫌味な義母の介護からも、面倒な夫からも解放され、充実した日々を送っています。今まで自分の時間を持つこともできなかったので、今後は自分のために人生を使っていこうと思っています。